皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、新型コロナウイルスに対する緊急事態宣言。このうち、東京や大阪、北海道といったあたりを除いた39県で、この宣言が解除されることになりました。新型コロナウイルスによる犠牲者というものも出ているわけですが、少なくとも収束に向けた第一歩を踏み出したと言えます。以前私は動画の中で、新型コロナウイルスが日本においては全体としては収束の方向に向かっているということをお伝えしました。その後も無事に感染爆発などは発生しておらず、散発的な院内感染や高齢者施設での集団感染などがあるものの、全体としての感染者数というものは確実に減少しています。全体としてみれば、あと一息、もう少しのところまで来ています。現状どうなっているのか、そして今後はどのようなところを見ていかなければならないのか考えていきましょう。それでは関連ニュースをどうぞ。緊急事態宣言、39県で解除、安倍首相が表明。新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言について、安倍総理大臣は東京や大阪など8つの都道府県を除く39県で解除することを正式に表明しました。また、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ取り組みが長期にわたる可能性があり、追加の経済対策が必要だと判断したとして、今年度の第2次補正予算案の編成に着手する方針を明らかにしました。さらに、雇用を維持した企業に助成を行う雇用調整助成金について、上限額を1日あたり1万5000円まで特例的に引き上げる考えを明らかにしました。緊急事態宣言の解除に及んだわけですが、それでは現在の状況を見ていきましょう。こちらは新規の感染者数の推移を表したグラフです。4月の上旬から中旬にかけてが最も新規の感染者数の増加が見られたわけですが、現在は着実にその感染者数の増加ペースも落ちてきています。現在は日本全体での新規感染者数が100人以下の状態に収まりつつあり、この状況は感染者の増加が見られる前の段階の3月の状態まで戻ったということになります。現在の感染者数と用意された病床をどれだけの人が占めているかも見ていきましょう。現在の患者数は5046人で、用意された対策病床使用率は 16.1% まで落ちています。次に地域別の患者数についても見ていきましょう。このデータのほとんどが右肩下がりの矢印になっています。新規の感染者数よりも退院数の方が多いということがわかります。こちらは退院療養解除のグラフです。累計で9851人の人々が退院や療養解除を迎えています。そして5月12日時点では、その数が前日比948人と非常に多くなっています。これは感染のピークから時間が経って、時間差で退院や療養解除を迎える人々が非常に多くなっていることを表します。新規の感染者数の増加よりも、明らかに退院や療養解除を迎えている人の方が圧倒的に多い状況になりつつあります。それでは、緊急事態宣言の解除が一部行われているわけですが、今後どのような場所について注意しなければならないのか、少しデータを見ていきましょう。こちらは厚生労働省の発表している全国クラスターマップです。このクラスターマップというのが一体どのような事例があって集団感染が起こっているかというのを表しています。この中においても特に注意しなければならないのがやはり院内感染です。病院はどうしても新型コロナウイルスの患者が一番多く集まる場所であり、医療従事者の間で院内感染が広がると、その他の入院患者にも広がってしまうという連鎖が起きてしまいます。その他に注意しなければならないのは高齢者施設です。アメリカにおいては死亡者数の全体の 30% が高齢者施設に由来しています。日本においても死亡者数を見てみると全体の 14% を占めており、高齢者施設についても非常に重点的に守っていかなければなりません。そして飲食店については昼夜どちらも合わせてのものです。どうしても3密と呼ばれるような悪い条件が重なりやすいために、これからはこういった場所についても改善を施した上での営業の再開が必要でしょう。最初に言っておかなければならないこと、それは全体として収束の方向にあっても新規の感染者数がゼロになるのかといえば、そういったことはあまり期待しない方が良いでしょう。特に東京や大阪といった人口の密集地においては無症状の感染者というものもいるのです。
特に若い世代においてはこの症状が軽いか無症状であるのかといったそういったところの人々が多くいることが分かっており、そのため病院に行って PCR 検査などを受けることによって発覚するというのは氷山の一角であるといったことがあります。そのため見えないところで新型コロナウイルスの感染者というのがどこかにいるという状況は今後も続くでしょう。そして地球全体を見て考えればいいのですが、まだまだ感染地域というものは拡大しています。そのため人々の往来というものが復活するようになれば、どうしてもどこかの国から入ってくるという形で感染が新たな形で広がることは十分に起こり得るのです。そのため、すべての地域において新規の感染者数がゼロでずっと続くかといえば、そういったことは非常に難しいと思います。そして、緊急事態宣言の解除が始まったわけですが、私たちの生活様式においても感染症対策というものは続けていかなければなりません。たとえ宣言が解除されたからといって、これまでの生活様式を全く悪い方に変える必要はありません。これまでは毎日お風呂に入っていたのに、今後はもう1週間に1回でいいやといったようなわざと不潔なことをするような必要は全くありません。一人一人が衛生管理に気をつけることによって大きな集団感染が起こりにくくなる。そのような一つ一つの積み重ねが現在のような感染者数の低下といったものを導き出しています。その上でクラスターマップの紹介の時にも取り上げたように集団感染が発生しやすいもしくはこれまで発生していた場所については政府や各自治体の行政そして経営者らによってリスクを低下させることが非常に重要です。医療施設や高齢者施設はこれまで以上に気を使って守っていかなければなりませんし、一般的なお店について言っても、これまで換気がなかなかできていないようなお店であれば、換気をするためのそういった改修を行うことにも政府はお金を出すべきかもしれません。また、お店の形が変わるという意味においては、例えば、向かい合って飲食をする場合においても、その間には透明の板などを置くようにするのが、これからは当たり前になったとしても、新しい感染症対策のための新しい生活様式の一部なのだと受け入れる必要があるでしょう。そして、今回の新型コロナウイルスの感染によって一つ大きな変化が起ころうとしています。それはテレワークの推進が大幅に進むかもしれないということです。もちろんテレワークがそもそも不可能な仕事というものもたくさんあるわけですが、同時にテレワークができるのにこれまではみんなが同じオフィスに集まっていましたよというそうした仕事もあるわけです。そうしたテレワークが可能な仕事について言えば、もっともっとテレワークを推進していくべきでしょう。そうすることによって都会では満員電車についての緩和というものが見られるでしょうし、また人と人とが直接会わないことによってストレスが軽減し、自殺率の低下などにもつながるかもしれません。そうやって個人や企業、そして行政などによって様々な手を打って新規の感染者数の増加というものを抑えることができれば、そこからは感染者が新たに出た時には、その濃厚接触者について全て追跡を行うようなことが可能になるでしょう。そうなれば感染者の大幅な増加については未然に防止することが可能になってきます。そのような状況となれば、日々の感染者数の増加というものはある程度コントロールできるわけですから、社会全体に対する脅威というものは低くなります。以前とは違った光景があちこちで見られるものの、社会全体としては正常化の方向に向かうことができます。そして、私が以前から言っていた非常に大事なことがあります。それは、現在行われている感染症対策の一番大事なことは一体何かといえば、時間を稼ぐことです。この時間を稼いだ結果として、今新しい展開が少しずつ見えてきています。まず第一に治療薬については、レムデシビルが第1号の承認薬となりました。そして、日本で開発されたアビガンについても、今月中には治験が終わり、承認が下りる予定となっています。その他にも、フサンやイベルメクチン、アクテムラなど、様々な薬の治験が進行中です。これらの薬の治験が終われば、様々な治療薬から選ぶことができるような状態になるのです。さらにはワクチンについても世界中で治験が行われています。このように時間稼ぎをすることによって、治療薬やワクチンの開発が進むことによって、私たち人類の側の方が新型コロナウイルスに対する武器を一つずつ獲得することができるのです。最後の注意点としては、このような状況下において日本政府が経済対策に十分な資金を投下するのかというのが非常に心配なところです。
特に東京周辺や大阪などについての営業自粛がこれ以上長引けば長引くほど日本経済全体に対する悪影響というものも広がっていきます。当然のように多くの失業者も生まれることでしょう。経済対策の問題を考えるときに財政を担当している麻生大臣のことが気がかりです。麻生大臣はこれまで財政悪化を嫌って新規の国債発行については抵抗勢力であると言われています。しかし未来の問題に今頭を悩ましてすぐ目の前にある経済的な不況について手をこまねいているというのは愚策だと思います。現在は非常事態であるという考えに立って50年国債であったり100年国債であったりもしくはいっそのこと償還期限のないような利子払いだけの国債を発行するようなそういった普段行わないような手というものをどんどんと採用すべきでしょう。世界では外出の禁止命令といったものが出ているわけですが、日本で行われているのは外出の自粛要請です。日本人の多くがこうした要請を受け入れました。そして日本人の一人一人が高い衛生意識を持ってこれに対策を行いました。その結果として現在は新型コロナウイルスの感染の拡大を抑えることができています。それはまさに成功を間近にしているようなところまで来ました。そしてここから先非常に大事なのは個人の力を超えた政府の力です。経済の落ち込みに対しては政府が必死になってこれを食い止めるような大規模な経済対策を打つしかありません。安倍総理は今日行われた記者会見の場において補正予算の編成に速やかに取り組むことを表明しています。あとはその補正予算の中身や規模についてです。どれだけのお金を用意することができるのか、まさにそこに焦点が集まっています。そして、その経済対策においてお金を出し渋るようなことがあれば、残念ながら経済的な不況というものは深刻化し、そして長期化してしまいます。そのような事態を招けば、安倍総理の危機意識が足りなかったということであり、残念ながら次の総理への交代時期を早めるべきでしょう。皆さんはこの問題についてどのようなことを考えるでしょうか。ぜひともコメントをお願いします。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でお目にかかりましょう。またね。